どうもいつもお世話になっております。抜け丸です。今回はアルカディア0式ライトヘビー級2の解説動画になります。解説としては、このような図解を用いてギミックの理解を深める内容になっております。また、この動画が必ずしも最適解ではない可能性がありますのであらかじめご了承ください。先に今回設置したフィールドマーカーの位置をご紹介します。一つの参考にしてください。それではよろしくお願いします。ダブリーコール。全体攻撃です。軽減をしっかりしましょう。ベノムドロップまたはベノムレイン。武器に毒がつきます。ここでは詠唱だけですが、この後の攻撃の後、毒が飛び散り、そこから円半にと同時に、ドロップなら手頭割り、レインなら全員に円半にが来るのでアンチ内で3回します。つまり覚えておく系です。ハニーツイスターまたはハニーブラスト。ツイスターがドーナツハンニで、ブラストがボスの前後直線ハンニです。そしてそれぞれ毒が飛び散ります。飛び散り方はツイスターとブラストで異なります。そのアンチで先ほど覚えておいたペア頭割りか3回をします。キラースラッシュまたはキラースティング。スラッシュはヘイト1、2への反撃強攻撃で、スティングはタンク2人の頭割りです。ハニービーライブファースト。全体攻撃とともに頭上に4つのハートマーカーが表示されます。特定の攻撃を受けるたびにハートが溜まり、継続ダメージも上昇します。4つ溜まると6秒間の行動不能に加えてボスの HP が回復します。ファーストライブは最初から0の人、1つの人、2つの人がいることがあり、初期は合計8つのハートが付与されます。今回はハートが全員1個で均等でしたね。均等じゃないパターンはこうなります。パターンが増えるとかそういうのじゃなく、身構えるほどでもないので安心してください。リングラブコンビネーション。先ほどの3連続の反撃攻撃が来ます。1回目は予兆方向の扇範囲に加えて、ラウンドならボス中心の円範囲、リングならドーナツ範囲になります。今回はリングなのでドーナツ範囲ですね。2回目はブラストと同じ幅の十字範囲が来ます。ちょうどアンチになるように数値マーカーを置いていますので目安にしてください。3回目は予兆方向の扇範囲に加えて、1回目に来なかった方が来ます。来なかったのは円範囲ですね。殴り続けながら回避することができます。ラブミーテンダー。等処理です。ただ、貯めるハートは近接組は2つまで、遠隔組は3つまでにしましょう。また、塔の内側は近接組が優先して踏みましょう。入る入らないとかお見合いすることがあると思いますが、ファーストはハート1つ余裕があるので、入らないで塔を失敗するよりは2人で入っておきましょう。ラブシーカー。ボス中心の円範囲後、中央と外周からハートマークがフィールドを横断してきます。さらにハートが一番少ないプレイヤーに、ハートの頭割り攻撃が来ます。そのために先ほど近接はハート2つまでに留めていたので、近接組で頭割りをしましょう。ラウンドラブコンビネーション。先ほどの3連続の反撃攻撃が来ます。ハニービーフィナーレ。全体攻撃とともに、頭上のハートマークギミックが終わります。キラースラッシュまたはキラースティング。スラッシュはヘイト1、2への反撃強攻撃で、スティングはタンク2人の頭割りです。アラームフェロモン1回目。外周の雑魚から直線攻撃が来ます。ノーマルできたのと同じ、外周からの直線範囲を避けるやつです。
ハニービーライブセカンド。全体攻撃と同時にハートマークが付与されます。ここでは4人にハートが1つつき、残りの4人にはつきません。そして2分バーストをやっているところだと思いますが、詠唱に注目しましょう。ここ忘れがちですが、ドロップまたはレインの詠唱をしています。覚えておきます。サブニンテンダー。ハート1とハート0の動きを分けて説明します。まず、ハート0の4人は、足元に円範囲を捨てながら最終的に2人ずつで頭割りをします。実際の動きの例としてはボス下から北へ行き、タンクヒラは半時計回り、DPS は時計回りに円範囲を5回捨てていき、最終的に同ロールペアで頭割りをします。はじめに戻してハート1の動きの解説をします。ハート1の人はボスの南に立ち、頭上にマーカーがついたら他の人から離れて円範囲を受け、ついていない人は塔が湧くのでそれに入ります。先ほどの頭割りもそうですが、タンクヒラが西側、DPS が東側を使うようにしましょう。ハニーツイスターまたはハニーブラスト。これが来たということは、ペア頭割りか3回がついてきます。それを判断する詠唱はセカンド直後にやっていましたね。これ忘れがちなので注意しておきましょう。ここでさらに全員にハートが1溜まってしまうので、先ほどのように処理し全員のハートが2になるように調節していました。ハニービーフィナーレ。全体攻撃とともに、頭上のハートマークギミックが終わります。ベノムドロップまたはベノムレイン。ペア頭割りまたは3回のどちらが来たのか覚えておきます。アラームフェロモン2回目。タンクヒラと DPS1 人ずつ順番に頭上マーカーがつきます。外周に4匹ずつ雑魚が出現します。それぞれが直線範囲を打ってきて、直線がシャープのような形になり、中央と4方向がアンチになります。それを4回やってきます。中央に範囲を捨てるとアンチがなくなるので、タンクヒラ北側、DPS 南側と決めて外周のアンチに範囲を捨てていきます。捨てやすくするためになるべく詰めて捨てましょう。最後にタンクヒラと DPS に44頭割りが来るので、中央アンチ内で頭割りをしましょう。キラースラッシュまたはキラースティング。スラッシュはヘイト1、2への範囲強攻撃で、スティングはタンク2人の頭割りです。ハニーツイスターまたはハニーブラスト。これが来たということは、ペア頭割りか3回がついてきます。本当に忘れた頃にやってきます。ドロップとレインはいつやってたかはアラームフェロモンの詠唱前ですね。ここも忘れがちなので注意しておきましょう。ハニービーライブサード。全体攻撃と同時にハートマークが付与されます。ただ今回はみんなハート0です。その代わりに円範囲を出しそうなデバフがついています。秒数がタンクヒラと DPS で分かれています。この場合、タンクヒラの方がデバフ時間が早いですね。ラブドロップまたはラブレイン。ペア頭回りまたは3回のどちらが来たのか覚えておきます。今度はなんかベノムからラブって名前変わってますね。多分ハートが溜まるんでしょ。ダウンとラブコンビネーション。3連続の範囲攻撃が来ます。デバフの秒数が早かった。タンクヒラのデバフの発動が近づいてきました。円範囲が大きいので、自分の3回方向の外周で捨てましょう。DPS は当たらないように中央に集まります。早デバフの円範囲が発動したら、中央にいる人は自分の3回方向の塔に入ります。リングラブコンビネーション。3連続の範囲攻撃が来ます。終わったら今度は遅いデバフだった DPS が外周に捨てに行きます。タンクヒラは当たらないように中央に集まります。遅いデバフの円範囲が発動したら、中央にいる人は自分の3回方向の塔に入ります。ハニーツイスターまたはハニーブラスト。これが来たということは、ペア頭回りか3回がついてきます。確かドロップでしたね。
範囲を避けたらペア後回りです。ハニービーフィナーレ。全体攻撃とともに、頭上のハートマークギミックが終わります。キラースラッシュまたはキラースティング。スラッシュはヘイト1、2への反撃強攻撃で、スティングは短期2人の頭回りです。ブラックハート。全体攻撃とともに、ハニービーと観客の様子が変わります。ここでは、アルファとベータのデバフが付与され、デバフカウントがそれぞれ12秒、28秒、44秒、1分になっています。このデバフの処理は、アルファとベータがくっつくと中和されてデバフが消えます。マップ中央で速いデバフ時間の順にアルファとベータがくっつきましょう。中和したら非魔法ダメージ増加デバフがつきます。ダブリーコール。全体攻撃です。中和の間に4回の全体攻撃が来ます。しっかり HP を回復してから中央で中和しましょう。ベルビーに打ちたくてそわそわしてます。そして、順番を間違えて最後なのに3番目の中和に行こうとしました。直前で引き返してますが、ヒヤリハットですね。ごめんなさい。皆さんはこのようなことをしないようにしましょう。以上で解説を終わります。もし動画の内容がお役に立てたら、次回動画作成のモチベーションになりますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。